4羽の赤ちゃんが誕生しました。みんな元気です。5歳になるお母さんはたくさんご飯をあげて、大切に子供たちを抱え守ってくれています。お父さんも積極的に子育てをしてくれました。どんなに疲れていても、どんなに眠くても、お母さんは子供たちを守ってくれました。しかし、この後、幸せ家族に大事件が起きてしまったのです。最初の子が孵化して15日目、羽もうっすらと生えてきました。10日遅れて孵化した一番小さな子も元気いっぱいです。その時、別の女の子がお家に入ってきたのです。子供たちを守るために警戒するお母さん。いつ女の子がお家に入ってきて子供たちを襲うかもしれません。お母さんは警戒するあまりに子育てができなくなってきました。心配なのはまだ孵化して6日目の一番小さな子。この時期にたくさんご飯をあげて栄養を取らないと成長しないばかりか命の危険がありました。私はこの子たちを守るために決断をしました。子供たちを小さなケージ、ひまわりで保護しました。子供たちは怖がっていたけど、すぐに慣れてくれました。ひまわりには先に体調を崩したおばあちゃんがいました。突然入ってきた子供たちに興味を持ったおばあちゃん。しばらくすると一緒に添い寝をしてくれました。おばあちゃんも若い頃子育ての経験があります。もしかしたらその頃を思い出したのかもしれません。そして青い羽の女の子がやってきました。青い羽の女の子は小さな子供たちを見つけてお世話をしてくれたのです。この女の子は3年前にこのひまわりにて優しいお父さんとお母さんに育てられました。女の子は両親にしてもらったように子供たちのお世話をしてくれています。そしてその女の子の彼氏も来てくれました。この男の子は子供たちを守ってくれたおじいちゃんがいました。おじいちゃんはどんなに疲れていても子供に寄り添いお世話をしてくれました。この男の子もおじいちゃんの優しさを受け継いだのかもしれません。このカップルには子供がいません。自分たちのお家を見つけ子作りを頑張りましたが子供はできませんでした。子供のことが大好きなカップルは偶然ひまわりにいた子供たちを見つけお世話をしたくなったのです。数日が経ち同居していたおばあちゃんは子供たちから元気をもらったのか子供たちのお世話ができるぐらいに体調が回復しました。この後おばあちゃんはひまわりを出てみんなのところへ戻っていきました。保護した子供たち、テリトリー争いが落ち着けばお家に帰すつもりでした。けどお母さんはお家に戻りませんでした。5歳になるお母さんにとって
疲れたのかもしれません。大切に育てた子供たち。巣立ちするまでそばにいてあげれなかった思いは、辛く残念だったと思います。新しい両親のもとで育てられる子供たち。みんな元気に育つと思われましたが、一番小さな子の成長が遅れたのです。他の子に比べて体が大きくならない子。この子はどうなってしまうのか。それは次のお話へと続いていきます。